冒頭でぐだぐだ喋るのはやめます。はい、質問コーナーの時は、はい、早く質問に答えるって感じだと思うんで、一個だけはしてでも。今までの質問コーナーは、この質問おもろいなスクショ、この質問おもろいなスクショでスクショしていって、なんかもう質を上げたいので、質問コーナーの見てバーンって答える、見てバーンって答えるっていうのにしようかなと思って。今どうやって生活してるんですか、生活費など上京するからにはね、それはもう全部自分でやってるし、ガス開通 Wi-Fi 工事とかね。ほんで貯金もマジリアルにないです。家賃を払ったりもう滞納したり、もういい塩梅で生活してるんですけど、それなのにちょっと今度は海外行こうとしてます。それもそのアジア圏内ではないです。はい、ヨーロッパです。サッカーのアイコンで人に嫉妬しますか？しますね。俺結構人に嫉妬するのは、その恋人奪われるとか女関係の嫉妬とかじゃなくて、その才能に嫉妬なんですよね、俺の場合。女の子にも男の子にもかかわらず、その子のポテンシャルとか、才能とか、これがなんか突出してできるみたいなのに嫉妬するのが多いですね。その子にできて俺にできないのが悔しい嫉妬みたいな。買うならどこがいいとかありますか？ネットも ZOZO タウンも個人のアカウントもお店でも買いますね。次、青くんが日常に飽きたらどうしてますか？日常に飽きた時は、そのバイトもさ、ずっと同じ答えの繰り返しやん。それが嫌でバイトできなかったんですよ、俺は。すぐ辞めちゃうんですけど、同じことの繰り返し、食器洗ってなんか、提供して、戻ってホールキッチンホールキッチンみたいなのが本当に同じ日常が無理すぎて続かないっていう理由もあるんですけど、なんか本当に SNS がどうこうとかじゃないですけど、俺写真撮られるのめっちゃ好きで、本当にごめんなさいね、キモいんですけど、好きな服を着て出かけるとか、行ったことのない場所に行く、好きなことをするっていうのが飽きた時の対処法だから、今度友達とワッフルチキン食べに行きます。1ヶ月あたりの副題を知りたいです。これ1日で25万とか使ったこともあるし、でも1ヶ月0円っていうのはないですね。でも1ヶ月で3万とか2万っていう時もあるんで、中央値。女の子と遊ぶ時のコーデが気になる。でめっちゃ TPO かも。例えばなんかバーに行くとするやんか。バーに行くのに、じゃあめちゃくちゃサイケデリックなアーティスティックな服装を着ていくかっつったら着ません。どこに行くかで結構変わるっす。でも大体あんま変わんないんですけど、美術館に行くからコートを着ていくとかも全然あるっすね。焼肉食べ行くから、オールホワイトで行きますとか、そういうのもなくて、何かをするによって本当に服装違いますね。でも大体一緒ですけどね。シンプルに彼女いますか？シンプルにもうだいぶ彼女いないですね。大学ってなんでおもんないイケメンから彼女ができるか。なんで青葉くん彼女いないんだろうなって言ってるのと同じですね。はい。僕の友達マジひどいこと言ってたんですけど、彼女できないのが悔しくて残飯処理って言ってましたね。そしたら SNS やめちゃいますか？彼女がもしできたら俺に、多分更新の頻度がもうゴミみたいに下がるっすね、多分。で多分サラリーマンになってますこれマジっすね。多分俺彼女できたら SNS なんかやってる暇多分ないと思うんで、ちゃんとサラリーマンになって公務員試験受けて公務員になります。いやー、どうなんすかね。彼女をいながらその SNS をやる未来みたいなのが見えない。それやったら多分彼女と遊んでる未来が見えるんで、 SNS は止まり公務員試験を受ける。結局これに限る。お酒は好きなお酒ランキングは1位が、ストーンズバックってやつで、2位がダージリンクーラーってやつで3位が、ハイボールウイスキーベースの酒が好きですね。ストーンズバックとダージリンクーラーは居酒屋とかにないんで、そのバーとかにたまにあるぐらいなんですけど、その2つめっちゃ美味しいんでおすすめです。全部ジンジャーで割ってます。東京でどう人脈を増やせばいいか。なんか俺が聞きたいですねなんか僕ちょっとだけ人たらしなんで、マジちょっとだから寄ってきます。趣味を始めるとしたら形から入りますか？形から入りますね。使うものを全部いいのにする、全部いいやつを買う、自分の技術だけあとはみたいな状況にするっすね、俺は。もうプロとかが使ってる道具をもう買います。言い訳できないじゃないですか、それって。ギターもそうなんですけど、なんかギター買った時、なんかみんなめっちゃ DM 来て、ギブソンですか、ギブソンですかみたいな、ギルダンですか、プリントスターですか、フルーツオブザズームとか来たんですけど、はい、いいギターで、あとは自分の力量どうだっ
っていうのを作っちゃいますね。センスがいいなと思うインフルエンサーか芸能人、何においてなのか置いといて、ユリアン・レトリバー、キリンの川島、ナダルとパンサー尾形と、クロちゃん、クロちゃんぐらいです。何のセンスか分かんないですけど、なんかすごいな、なんかそういう気配を感じるの芸能人はその人たち。青くんを形成している言葉が知りたい座右の銘的な2つあるんですよね。なんか僕は服が好きでめっちゃ服は、第二の皮膚って言ってるんですけど、一日において布をまとわないことってなくないですか？はい、人生はなんか RPG みたいな、めっちゃ思ってて、出くわした出来事にどう対処するか。不幸なことが起こっても幸運なことが起こっても RPG なんで、普段予想してないことがガンガン起こり得るわけですよ。本当になんかモンスターとか出てきちゃうんじゃないかっていうぐらいのことだって起こるわけじゃないですか。人間関係どうだこうだ、会社がこうだこうだみたいな、それもなんか RPG みたいな。出てきた敵を倒すだけとかさ、嫌いな上司を、倒すだけ、難関大学に合格するだけみたいな、出くわすっていうイメージなんで、俺は何をするにもうわーエンカウントしたなーみたいな、エンカみたいな、そういうイメージなんで、だからもう人生はエンカウントの連続。おしゃれなきっかけはこれめっちゃ言ってるんですけど、モテたいこれマジでモテたいから第二の皮膚をまとい続けてましたね。やっぱね、高校生ぐらいになるとモテたなるんですよね。中学生なんてみんなでワイワイ楽しめたらいいっしょみたいな感じなんですけど、第一反抗期第二反抗期ってやっぱ幼少期あるじゃないですか。それと同じでモテたい時期っていうのがまた別であると思うんですよね。俺高校の時に第一モテたい期で、大学の時に第二モテたい期だと思ってて、俺はその第一モテたい期が高校なんですよ。だからめっちゃモテたくて、シルバーリング急にゴーとか、メッキだろうとなんだろうととりあえず指にはめとけみたいなのはありましたね。それもさっき言ったエンカウントです。爪なんか切れば切るほどいいですからね、高校生の時なんて。はい、オーバーサイズでバングルつけてたらいいよとかね、そういうのはめっちゃ意識してました。モテたかったんでね。でモテたんで全然 OK。 2人同時に手放せなくなったら、俺は本当にできるんかお前って言われると思うんですけど、2人手放します。2人欲しいってなった時の自分が一番滑稽なんで、どっちも欲しい時の自分を客観的に見てください。ちゃんと一番地獄な自分してますよ。もしじゃあ手放した時に客観的にもう一回見てください。自分2人同時に欲しい時の自分と2人手放した時の自分を比べてみてください。生き生きしてるのは2人手放した時の自分だと思います。どうすれば自分のスタイルと雰囲気を見つけることができますか？めっちゃ自分の雰囲気とスタイルを自分で分かってる方だと思うんですよね、自分では。だから美容院の人に髪をセットしてもらうとか、友達にコーディネートを組んでもらうとか、自分でやらなかった時めっちゃ違和感感じるんですよ。自分のことは自分が一番分かってるから、一からやった方がなんかしっくりくるとか、そういうのないですか？瞑想してる人ってこれでいいやん、これでいこうってなるんですよ。自分の意見が0でやってもらったやつ100でいこうとするんですよね。自分で瞑想してたらね。未知な自分を見つけることですかね。おっぱフォロワーになったくさいではつけますか？フォロワーはダメですとかファンはダメですとかそんなんないんで、これもめっちゃ言ってるんですけど、縛りたくないし、自分をそんななんか一時制限するのなんか嫌なんで、誰がどうであろうと、その全てはタイミングだと思うんで、フォロワーだからとかファンだからとか、そんなだから付き合わないっていうのはないですね。次行きたい国は UK、 US、コペンハーゲン。人としてタイプじゃない、人として好きじゃないタイプは、自分をよく見せようとして嘘をつく人ですかね。アンチとか誹謗中傷ばっかの世の中についてどう思いますか？アンチと誹謗中傷は僕もめっちゃ来るんですよ、正直ね。結構俺死ねとか来るんですよね、普通に。元カノが青葉くんのことが好きで別れました、死んでくださいとか、シンプルにお前死ねみたいな、彼女を取らないでくれみたいな、いやこれ何もしないしみたいな、連絡もしないし DM もしないしみたいな、アンチするんだったら俺にしてよみたいなインフルエンサーいるじゃないですか。アンチするんだったら俺に言ってよ、俺聞かないからみんなの分背負うよみたいな言ってるインフルエンサーもおかしいと思うんですよね、俺。いや思わない？アンチするっていう行為はなくならないけどダメなわけじゃないですか。
アンチがなくなるために何を言うかじゃないのかなっていうのは思うんですけど、俺にだけしてよ、私にだけしてよとかじゃないんですよね、別に。なんか偽善ではないですね、そもそもがダメなんでっていうのは思うんですけど、あと俺が思うのは、大阪を捨てたなみたいな、大阪にいる時の方が良かったとか、大阪戻ってこないんだとかね、いや俺もうこう東京来てるし、そういう人たちって結局俺のこと見てないんですよ。昔がどれこうだ言われてるインフルエンサーの人いると思います。だけどそういう人たちって実際に自分のこと見てないですから、たまたま俺がアパレルで働いてた時に見てた人とか、活動してた時に見てた人がたまたま流れてきてコメントしたっていうだけなんですよ。本当に好きでいてくれる人って自分が何をしててもアドバイスをくれたり応援してくれたりするんですよ。その昔の方が良かったっていうやつなんて流れてきてコメントしとこうピロピロピロやから絶対それもなんか食らいますね俺は。恐竜チョコ、今後彼女作る気ありますか？作る気はもちろん毎日そういうマインドでいますよ。ただできないだけで、理想が高いかって言ったらいやどうなんですかね、高いと思います。だからめちゃくちゃタイプな人が現れたらもうそれもエンカウントなんで、でレレ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 ですよ。そうなったら彼女できるかもしんないっす。んで公務員試験受けます。好きなタイプは俺多分昔から変わってないんですよね。高校生の時からもうずっとこれロングで、前髪ありなしはどっちでもいいで、髪の色も別に何でもいいですね。好きなタイプは砂系スナイドル系っていうファッションの系統があるんですけど、いわゆるジャニオタとかが着てそうな服あるじゃないですか。ヒロヒロリボンピラピラみたいななんでかってそういうやっぱ服装してる人ってやっぱ万人から受けるし、そのコアな層じゃなくてもう広く広くなんで、やっぱモテると思うんですよね。砂系とかって結構モテる服装をしてる人たちのその性根っていうか中身どんなんなのかなみたいなっていうのを知りたくて深掘りしたい砂系をっていう意味で最近おもろいなと思います。青葉くんの高1の時のファッションみたいです。どうぞ。これなんか前も見したと思うんですけど、青葉くんは高校生の時は無地のタートルネック着てました。なんでかっていうとモテたいからです。結構ガチでしょ。冗談ではないんですよ、そのモテたいっていう根本はね。もうモテなくてもういいです。性的対象どっちなんですかっていうのはもちろん俺は女の子が好きですよ。そんなゲイとかではないです。リンくんっていう友達がいるんですけど、2人で遊んでる時とかその友達とね、店員さんに中国語で話しかけられたりしますはい。ほんと渋谷原宿とかパルコとかね行った時に第一声なんかシャツホタリって言われるっすね。おージャパニーズジャパニーズみたいに言って、失礼いたしました、こちらの商品はですねって入るんですけど、その英語で話しかけられたり中国で話しかけられたりするっていうのはやっぱ多いです。お会計の時もウォンとかそういうのあります。円で言ってくれよ最初はって思うんですけど、性的対象は普通に女の子ですね。流行のファッションは何ですか？もうなんか正直今の時代流行とかないんじゃないって思ってます。俺がじゃあ今年やりたいのはもう全然露出したいです。俺は身幅とかももうこれぐらいで、なんかジャストな T シャツになんか太いパンツを履くっていうスタイルを夏したいなって俺は思いますね。こんな感じかな。これ着てダサいかなとか、これ着てイケてるかなとか迷ったら一回僕のインスタ見てください。ちょっと勇気出るかもしれないですね。一体何者ですか？でもいろんな SNS やってるのでなんて答えるのが正解か分かんないんですけど、いや公務員を目指してるフリーター、最近買ったお気に入りの服ベスト3、ごめんなさいベスト3なんか書いてないですけど、ちょっとベスト3でいい。1個目はこのバギーショーツですね。スピリットっていう90年代のアメリカのブランドなんですけど、ピロピロ、久々になんか服を見せるからちょっと緊張してるっすね。2つ目は古着屋で買ったんですけど、日本代表の、エナメルカバンですね。サッカーの日本代表の合宿用のバッグなんですけど、めっちゃ可愛いくないですか？俺だけやな、ごめんなさい。パフパフガールズの T シャツ、パフパフガールズっていう第3位以上でした。インフルエンサーなかったら何になってましたか？俺がインフルエンサーっていうかネットで顔を出さなかったら誰が顔出すの？
冗談ですよ。デジタルタトゥーって言われるその世界でちょっと生きてみたいなみたいな本当に好奇心ですけどね俺。もしインフルエンサーっていうのがなかったらマジ公務員目指してるか地下芸人自分のブランド立ち上げたりとか思ったりしないんですか。服を作らないっていうのはやっぱり理由があって、やっぱやるとしたら本気でやりたいんですよマジで。まあ好きだからこそ中途半端にできないっていうのはもちろんあるんですけど、タイミング的にも今じゃない今じゃないがずっと続いてて、でも最近やっと形になりつつあるので、ちょっともうちょっと待ってください。今年中です。でも青くんは頭いいですか勉強面でということなんですけど、本当に勉強できないですし、クラスのドベから2番目です。はい、野球部か俺かってよく言ってたんですけど、野球部のやつか俺かでドベを争ってるぐらい頭勉強はできません。で大学はエフラン大学、はい、そして大学4年で中退、素晴らしい経歴を持っているんですが、勉強面で言うと何もできませんし、精神面で言っても何もできません。体力面でも、何もできません。はい、体も弱いしもう終わりですだからもう最近も薬をもらいました。ここに貼ってる、これですね。見てもらったら分かると思うんですけど、ドゥン、はい、エコーを取りました。尻と胸と足どれが好きですか。おっぱい。夜寝れなくなったりして辛いです。涙。これ俺の友達もそうなんだよ。その日誰かと喧嘩したりなんか揉めたりするとその日寝れないんだって考えすぎて、もうやばいやばいどうしようどうしようってなって、もう寝れなくて、もう次の日まで全然起きていることがざらにあるっていうのが言ってたんですけど、それ全然わかんないですね俺。そういう人生でそういうことがエンカウントしてきたら一回解決しましょう。根本的にエコーと一緒です。なんでイケメンなの。わかんないっす。儚すぎませんか。本当に存在するんですかとかって俺全然儚くねえし、なんかタバコ吸ってみたいな、オーブが飛んでるフィルター使ってみたいな、コントラストとかめっちゃマイナス50とかにしてなんかとかもそんな写真投稿してないし、儚すぎるってわけじゃないっすよ俺。キャミソール以外に耐性ゼロなのは何。女の子の夏のキャミソールめっちゃ好きなんですよ。もちろんそれエロいっていうのはあるんですけど、なんかエロすぎない、ファッションとして成立してるっていうか、キャミソール何か羽織、そっからなんか香水の匂いとか香ってくるとちょっと勘弁してください。これ深いな。青くんがインスタの投稿とか服を選ぶときに気をつけていること、アイデンティティ。僕のインスタの投稿って1枚目がどうこうとか、2枚目3枚目4枚目5枚目がどうこうとか、あの投稿の感じが青葉くんだよねってなるのが青葉俺っていうか、誰かが同じような投稿をしても青葉っぽいよねってなるのが俺っていうかなんだろうな、そういうインスタの投稿めっちゃ青葉っぽいよねみたいなを気をつけてる。なんか青葉っぽいよねってなるのを気をつけてるかな。自分のセンスを最大限に出るように投稿してます。そうです、そういうことですね。名前の由来知りたいです。名前の由来は俺最初青葉と候補があって、青んがあったんですよ。女の子でも男の子でもいけるような名前がいいって親は言ってて、漢字こうなんですけど、幸せの青い鳥っていうのが存在してて、ちょっと緑がかった青の羽をまとうと幸運が訪れますみたいな、そういう由来だったと思うんですけど、もっと服紹介してほしいです。俺なんか一個だけ聞きたいことがあって、これから俺服好きなんでファッションについてどう思うかとかさ、流行りとかさ、それをその一本の動画として撮りたいって思ってるんですけど、どう思います。それもなんかコメントで教えてください。まず考えることはもう本当に青葉っぽいか青葉っぽくないかですね。ファッション系の人、ファッション系のインフルエンサーとか、なんかその人にあんまりなんか見られたくないっていうか恥ずかしい。言うとね、言うと恥ずかしい。本当になんか僕なんか本当にやめてくださいっていう気持ちですね。LINE のアイコンなんですか。おじいちゃんとおばあちゃんですね。大学生はよっともがいたらいた分だけいいのでしょうか。もちろんよっともっていうのはですね、時にはテストの、答えとか過去問とかね、普段のレポートなど教えてくれる、本当チャット GPT のようなよっともが存在する時があります。はい、インスタの DM でしょどうせ。 LINE 持ってないでしょよっともだから。だから DM とかで聞くんですよ、そういうの。テスト範囲教えてよとか。よっとまいればいるほどいいです。はい、どうせ DM なんだから、 LINE まで行ってないんだからあんた。アニメとゲームが好きなんですか。アニメとゲームはめちゃくちゃ好き。
俺一回ファッションをクラッシュバンディクで学んでた時あって、本当になんか年中さんとかで FF10 とかこうやってずっとプレスでこうやってやってて、おいこれ将来が心配だなみたいなで親にずっと言われ続けてました。この子はもうスティックじゃなくて辞書を持たせろって言われたぐらいゲームしてました。昔はね、やっぱある程度ゲームとかやってた方が人生経験として結構有利っていうのはマジで思う。ゲームを一切立つとかはしなくていいと思います、やってる人がね。夜に新宿駅で見かけました。イケメンすぎて朝も起きれなかったよ。死んでるやん。青葉くんはどんな人に惹かれますか？青葉くんはもう本当に申し訳ないですけど、顔が可愛い人の中身を知りたいっていうのはまあ全国共通のものじゃないですか。まあそれなんですよ、俺も。だから顔がいいっていうのはもう前提でありつつ、やっぱ中身中身10顔10やん。じゃそんなおらんよね。ごめんね。だから中身はどんな人に惹かれるかっていうのは、まあ、僕にはない考えを持ってる人とか、まあ、よく言うよね。それつまらんよね。自分にないものを持ってる人に惹かれることなんて、まあ、当たり前ですからね。やっぱ気力の気、なんかすごい気配を感じるなみたいな、たまにあるやん。女の勘が当たるその勘の部分、なんかここ居心地悪いなとか気の部分だったり、それをなんか感じれる人が好きです。2番目に好きな AV 女優を教えて。2番かむずいな。1番は石川美代っていう女優がいるんですけど、今それマジ1番ですね。で2番はうわむずっ、誰だろう。うわーでも王道か。王道にして邪道か。めっちゃ迷うなこの質問。うわーでも3位が、じゃあ3位川北彩花っていう人で、これ3位です。申し訳ない。2位ね、2位むずいね。ほんまにごめんなさい。2位が素人で。感性に関する青葉くんの美学を知りたいですか？まあでも俺はね、ひねくれてるっていうのがやっぱもう大前提であるんですけど、まあ映画を一本見ました。感動しました。それを敷かれたレール通りに感じるのか、レールから外れて感じるのかの違いっていうか、そのまま真に受けたら、まあ、それは普通の美学なんですよ。恋愛ドラマ見て最初は興味なかったのにだんだん好きになって成立しちゃいました。感動やん。普通に考えたらね、まあ、それは敷かれたレール通りの感動ね。でそれを違う視点であと4つ見れるかっていうとこですだけど俺はただひねくれてるからこういう感じでも感動したなっていうのがその5つぐらい出てくるんであって、違う視点でも感動できるポイントを見つけれるっていうだけです。部屋の間取り教えて。部屋の間取りは 2DK のロフト付き、大学をクソ楽しむ方法。まあでも酒を絡むと多分おもろいんですよ、大学なんちゅうものは。最近なんかスマドリとか言うじゃないですか。もう大学生楽しみだったらスマドリとか言ってたら多分無理だと思うんですよ。スマドリみたいな、やっぱ世の中はそういう感じじゃないですか今。大学生酒とタバコと女ですからね。ウェイ V 一期のスマドリ。お母さん何歳ですか？お母さんは40後半ですね。40何倍だったっけな、48ぐらい。40。お母さんには永遠の36歳みたいな言われてるんで、何が本当か分かってないですね。一番好きなファーストフード店、気になっちゃうそれ。最近俺赤からハマってるんですよ。ファーストフードじゃないけど赤から鍋あるじゃないですか。めっちゃハマってて、なんかシンプルに野菜食いてみたいな。んでジンギスカンのお店を開拓することをハマってます。で赤からとそのジンギスカン巡り、宝くじ10億当たったら何する？家族全員でクルーズ船に乗ること。これ結構夢っすね俺の。まあ1週間ぐらい船の上でなんかディネーとかしたいですね。めっちゃ宿泊代もう全部クルーズ船代を自分で持って家族でみんなで行きたい。友達にハブられたんだけど会うくんならどうする？昔お前ハブってきたくせに今頃話しかけてんじゃねえよって言わないです俺は。なんなら飲みに行こうぜみんなで遊び行こうよですね。それがもう俺の中で最大限のそのハブよりもきついって思ってるんで、絶対そうしてやります自分磨きしかないっすね。自分がその人たちより、多く収入を得るとか、いろんな分野でその人より上に立つ、それが大事かもしれないですね。こういう感じで、質問コーナー終わります。やっぱりなんかもっと服を紹介してとか、もっとファッションについて語ってほしいとかっていう男の層がめっちゃ多い。めっちゃ嬉しい。はい、これマジ嬉しい。なんかファッション系インフルエンサーとは違うことをしたくて、服を発信するならもう青葉くんを見てる人だけが分かってくれたらいいみたいな、そういうのを発信したい。
俺青葉見てるから、もうあれと一緒、カイトフォローしてるからってめっちゃ流行ってるじゃないですか。カイトフォローしてるからみたいな、それと一緒で、青葉の YouTube 見てるからこれ学びましたっていう発信がしたい。どうせやるならね、そこはじゃあちょっと発信します。めっちゃ嬉しい、本当にありがとう。嬉しかった質問いっぱいあったりして、結構一番素に近いのは俺が YouTube だと思うんで、その自分というのを表現できるSNS は多分 YouTube なので、青葉が好きだからこれを見てるよとかで全然いいです。それが嬉しいですね。まあ僕は、どんな場所でも頑張りますのでよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。じゃあなー。全く違うわけです。全くじゃないか。半分は